雑誌に載ります。ごきげんよう、望月ひまりだよ。ひまりのインタビューが載ります。イエーイ。今月発売売上部数ナンバーワン DVD ロム付き美少女ゲーム情報誌、平たく言うとエロゲ雑誌のテックジャイアン2020年11月号に載ります。やったー。主にエロゲ業界関係者にインタビューするレポ漫画お姉様の逆襲のちょうど第300回、そこにひまりが登場。漫画家の星野恵美子先生に根掘り葉掘り聞かれてきました。ひまりがゲット人設定のことをぶん投げ、月を捨てて初のインタビュー、ご覧ください。設定上のきっかけがまずはあるんですけど、まず設定上のきっかけは、ひまりは月にいたゲット人だったんですね。で、伝説のキネっていうキネがあって、その側設定はちょっと置いといて、本音は好きなことで金を稼ぎたかったですね。やっぱいろんなメーカーの代表作をこうバーって遊んだりするから、みんな好きっていうのがあって、すごい何選ぼうかっていうのめっちゃ迷ったんですけど、一番こうイノセントグレイが好きで、ブラックサイクの作品でこう暴力的なままに抱き尽くしてきたひまりなんですけど、イノセントグレイの空の少女っていう作品を遊んだ時に初めて、抱いていいのかこの女って思って、こんな女神みてえな女抱いていいのかって思って衝撃を受けたんですよね。抱いたんですけどね、2回。それ以来ちょっと囚われてしまって、そのトウコというキャラクターに。そういう意味で空の少女、イノセントグレイ、他にもその作品あるんですけど、もう全部遊んで、女の鍵に囚われたいんだひまりはって思いましたね。抱いた女から死んでいきますからね、あの作品は。わかります。プロローグでみたいな3つあるんですよ。1つ目、今や手に入らないエロゲーあるじゃないですか。復刻収録してほしい。2つ目、ひまりもテクジャイアンに出たいということで、今回漫画にさせていただくんですが、表紙とか華やかにしたくないっすか？関東とかね、ひまりのグラビアとかどうすか？ 3 つ目が多分すごい難しいんだろうなって思うんですけど、やっぱひまりこう狂ってたりとか量の熟なゲームに惹かれる性質があるので、3大電波ゲーをどうしても攻略したかったんですけど、全部プレミアだったんですよね。今はリメイクができようとしてたりとか、ダウンロード版が販売されてたりとかはされ始めてるんだけど、ちょっと1個だけ自殺のための101の方法だけ今手に入らない。あとは書院とか遊んでほしいおすすめのエロゲって動画出したんですけど、みんなこれやってほしいっていうのに出てたので、その2つひそひそと裏で語り継がれてるんじゃないかなって思いますよ。死ねねえよ遊ぶまでは。歌も歌いたいんですけど、出たいんですよね。声の出演もしたいですね。攻略したい。主人公とか、いや、ひまりが主人公でいや、ひまりはひまりですそうですね。あったらいいな。もうそうなったらもう望月ひまりはエロゲですよね。関東でアサヒビールみたいなこう商品こう勧めるあれあるじゃないですか、ポスターみたいな。ああいうので手元にね、イノセントグレイの新作とか、この冬イノセントグレイみたいなやりたいな。男性キャラか。すごい王道になっちゃうけど、さやの歌の主人公、彼絶対信念曲げないじゃないですか。ひまりはちょっと途中で大幅な方向転換をしてブレブレなのとちょっと対比で絶対何があっても、どんなことがあってもさや好きだぜみたいなの、すげえ男だよな。そういう意味ではちょっと尊敬に値する人物なのかなと。
ということでね、ひまりのインタビューも掲載されたテックジャイアン2020年11月号、よろしくお願いします。ひまり、ガチでグラビア乗りに行くからよ。よろしくお願いします。角川さんの方に毎月ひまりちゃんが乗ってれば毎月買うぜ的なお便りもよろしくお願いします。もちつきひまりでした。またねー。チャンネル登録よろしくね。お願いします。チャンネル登録してね。よろしく。